ぱり相手の話を正しく理解し、適切に反応する力、これが共感ですよと。基本は全て聞くことが重要だと。私大事にされてないなとか思いがち。こんにちは、もんじです。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、育成術など役に立つ内容をお話しています。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。本日もお願いします。お願いします。今日がですね、傾聴力ということで、聞く力。ちょっとこれ僕もすごく自分自身の課題だと思っていて、今日はモン社長に、聞く力、傾聴力っていうテーマで、どういうふうに人の話を聞いて、自分なりに整理していけばいいのか。はい。っていう部分をちょっと深掘りさせていただければなと思ってます。はい。お願いします。そうですね。仕事をできるようになっていく、結果を出していく上のスキルとして、ビジネススキルの基本だとか、ソフトスキル。ソフトスキルの中の一つ目はやっぱコミュニケーションですよね。別の章でもやってますけど、ノンバーバルコミュニケーションの重要性。そして次がこれ、聞く力。で、また別ですけどね、質問法とか、どう伝えられるかとか、そんな感じなんですけど、その中で傾聴力。やっぱり傾聴力って非常に重要だなと思いまして、それをやっぱ高めていくということをですね、傾聴力っていうと、単なる聞く力みたいに考えがちなんですけど、意味としてはやっぱり相手の話を正しく理解し、適切に反応する力みたいに思ってもらえればなと。適切に反応する力。特にですね、やっぱり弊社もそうですけど、お客様の対応を行う従業員とか、営業職とかですよね。また、組織マネジメント、ヒューマンマネジメントする組織のリーダーとか、傾聴力っていうのは重要なスキルになりますので、傾聴力ってことで言いますけど、本質としては、だいたい3つの要素から成り立つかなと思っていて、1つ目はやっぱり需要。受け入れるってことですよね。まずやっぱ相手の話をすぐに否定しない。受け入れるんだとまず。受け入れるっていうのは、例えば何か話をされた時に、いや、そうじゃないからとかって、いや、そんなわけないじゃんとか、最初から否定するってことは絶対やめようと。まず話を聞く、受け入れるっていうことですね。受け入れましょうよと。いうことですね。2つ目は、共感。うちなりの言い方で言うと、やっぱ相手の立場に立つ。相手のためじゃなくて、相手の立場に立ちましょうと。ためではなく立場なんですね。ここ結構重要ですね。相手のためっていうと、自分が考えるあなたのためってなっちゃうんで、自分の価値観とか、主語がやっぱ自分になっちゃうんですよね。なるほど。そうではなくて、相手の立場、自分が相手だったら、どう思うかとか、どういう気持ちかとかっていうのを理解しましょう。なるほど。これが共感ですよと。だから、ためと立場は結構例題として使いますよね。で、3つ目。これ確認ですね。確認。話の内容を整理して、正しく理解していることをやっぱ確認しなきゃいけないですね。確かに。相手にも伝えないといけないですもんね。だから、わーっと喋っていただいて、それを、わかりました。で、終わっちゃうと、本当に分かってんのかなとか、分かってないこともたくさんあるんですね。確認は必要なんですよ。なるほど。分かってるから確認しないんじゃなくて、分かってるか分かってないかもそうなんですけど、相手の立場に立った時に安心させてあげたいから、ちゃんと確認するということですね。ちょっと話変わりますけど、引っ越しのその現場においても、例えばよくある話で僕は言うんですけど、例えばお客様に最初荷物を例えば新居で搬入する際に、家具とか家電の置き場とか段ボールの置き場とか確認をするんですよね。確認とか聞くんですよ。なるほど。一個ずつ聞きますと。例えばとある部屋の角にぴったりとタンスを置く。そんなのはもうそう言われたらわかるじゃないですか。角にぴったり置けばいいから。で、じゃあいざそのタンスを持ってきた時にその角にぴったり置いて、ファーって行っちゃう人がいるんですよ。ファーって行っちゃう人がいる。以後だって聞いたし、角だし間違いようないし、みたいな。そうじゃないんですよ。ちゃんと、お客様と、タンスこの通り指定されたところに置きましたと。問題ないですか？問題ないですっていうふうに分かってたとしても、確認って安心感とか、確かに。ここまで気にしてくれてると思ってもらいたいし、ちゃんとこっちは確認してるんですよっていうのをやっぱ伝えないと、どっかしらやっぱ誇りびてたりするんですよね。なるほど。ちょっと話ずれちゃいましたけど、需要、共感、確認、3つの要素から成り立ってますよねと。これらを意識することで、相手っていうのは自分の話をしっかりと聞いてもらえると感じるんです。これがやっぱ信頼関係の構築につながるわけですよね。
次に傾聴力が求められる場面っていうのは、改めて説明すると、顧客の対応、お客様の要望を正しく把握して、最適な提案を行うために必要ですし、またチーム内のコミュニケーションですよね。誤解や認識のズレを防いで、円滑な協力体制を築くためでもありますと。また、部下とか、面談とか指導で、ちゃんと部下の話を聞いたりとか、課題っていうのを正しく理解して、適切なアドバイスをするためであったり、するわけですよね。じゃあいろんな場面で、このスキルって求められますよね。求められるし、あった方が当然いいですよねって話にしかならないですよね。確かに。じゃあその傾聴力高めるためのポイント何なんだっていくと、相手の話を最後まで聞くっていうこと大事ですね。話を途中でなるべく遮らずに、相手が伝えたいことを基本は全て聞くことが重要だと。僕が話を聞いてて、あれってことはって思っても、一旦はもう最後まで聞く。なるべくその方がいいですよね。聞くっていうタイミングの時は、そうした方がいいです。なるほど。ディスカッションとか、必ずしも聞くっていうモードじゃない時、それが必要ない時とか、場合によってはありますけど、でも遮りはしないですよね。例えば、じゃあミーティングの中で遮りそうになったら、ちょっといいですかと言ったりとか、いきなり話で途中で差し込むとかは、逆に相手に対しての攻撃行為みたいな感じですか。確かに。いい気をしないですもんね、遮られて。なので、傾聴をするという決めたところ、特にだから分かりやすく営業、お客様に対してとか、部下の例えば面談でコーチングするときとかですね。上司の話とか。こういうのは基本的には遮らないですよね。途中で意見を挟むっていうことは、なんか俺の話を聞きたいんじゃなくて、この人喋りたいんだなとか、私大事にされてないなとか、思いがち。二つ目ですよね。これ、ノンバーバルのところでもお話ししましたけど、大事なのはやっぱ相槌とかですね、リアクション。こういうの適切に入れることが重要ですと。これもスキルですか？スキルですよ。そうです。だって話ずっと例えば言われてね、こんな感じで真顔で無言だったら、そう、聞いてんのってなるじゃないですか。だから聞いたら、なるほどね。そうなんですね。こうやってやんないとダメですよね。ノンバーバルなところですけど、表情とかうなずきとか、相手にしっかり聞いているっていう印象を与えられるんですよ。逆のポイントで言うとね、無がつくことやめた方がいいですよね。不愛想。もっと言うと無関係とか。無言とか。無言、そう。無はやっぱり損しかしない。これ逆に言うと、プラスマイナス強いじゃないですよ。マイナスです。マイナスですね。なんで二つ目はやっぱりちゃんと相槌とかリアクションというのはリアクションですよね。ちゃんと聞いてますよっていう合図です。僕もずっとやってましたけど、普通に、癖になるんで。そっか、習慣づけると。すぐできますよ。練習すれば。3つ目は、確認っていうさっき言いましたけど、オウム返しした方がいいですよね。だから、例えば復唱とか僕よく言いますけど、例えば、これです、あれです、これですって言われたら、そうなんですね。これで、あれで、これなんですね。で、できれば要点も整理した方がいいから、これで、あれで、これで、それはこういうことなんですよね。とかっつって、そうです、そうです、みたいな。確認すると、認識のズレをやっぱ防ぐことができるし、先ほど言ったちゃんと確認してるとなるんですね。安心も与えますね。確かに、オウム返しは重要そうですね。あとは質問をうまく活用すると。相手から何かお話をされたときに、質問をするっていうことは、ある意味イコール話を聞いてるってことなんですよ。質問がないってことは、もう究極に2択しかなくて、話聞いてないか、自分なりの解釈しちゃってるからなんですよね。納得しちゃってるんですよね。質問しすぎはあんた話聞いてんのって言われるかもしれないし、レベルが低い質問いくと大丈夫かって思っちゃうかもしれないけど、適度にやっぱ質問を入れないと、ね、聞いてて理解しようとしてるから質問するっていう話なんで、もし分からなかったら、それすいませんと、具体的にはこういうことで合ってますかとか、なぜそう思うのですかとか、聞いていいわけですよね。そうやって相手の本当に伝えたいことを理解する。これってやっぱりその冒頭でおっしゃってたように、相手の立場に立って考えると、おのずとそういう質問で出てくるものですか？そうですね。それはそうだと思いますよ。次のポイントで言うと5個目。先入観や判断挟まない。バイアス入れないとかですよね。これがどういうふうにトレーニングしたらできるようになるんですかね？例えば人と性格と言葉を切り分ける。性格と
出来事を切り分けるとか、そんな感じですね。もしくは僕の場合は、入っちゃう時もゼロではないんですよね。はい。入っちゃったとしたら、入ったという前提を理解して整理する。なるほど。だから、例えばこの人すごい、おっちょこちょいな人なんだよなっていうのがもし部下とかで分かってたとしても、一旦それをなるべく切り離して話を聞く。もしくは、それは抜けなかったとしても、おっちょこちょいという要素を入れて、この話をしてきたから、おっちょこちょいの要素をちょっと取り除くと、こうかもしれないな、みたいな。すごい深い。結構思い込み、先入観とか主観とかバイアスとかってよくいろんな言葉使いますけど、思い込みはね、結構あるんですよ。いい悪い、いろいろありますけど、自分が本当に聞くって決めて、聞く力を発揮するときは、これは持っちゃダメですよね。なるほど、なるほど。フラットにする。フラット。なんか今の話聞いてると、話し手よりも聞き手の方がいろいろ考えたり、なんかスキル求められるなと思いました。そうですね。割とそうかもしれないですね。だから究極、営業とかでものすごい取れる人って、聞くのがうまいんですよ。話すのよりも。相手に話させるのが上手で、聞き上手ですね。人ってやっぱり自分の話をいっぱい聞いてもらうと、勝手に好感度上がる。確かに確かに。それは思います。むしろ逆にわーって話してくる人は好感度が下がったりするんですよね。なんか恋愛でもそうです。なんか聞き上手な方がモテるって言いますし。そうかもしれないですね。はい。面白い。そんなポイントがありつつも、じゃあ実際どうしていこうかって、やっぱトレーニングだと思うんですよね。意識的にやっぱ鍛えることで向上しますし、どんな練習がいいのかなと思うと、シンプルにやっぱペアでワークというかですね、話してると聞き手で5分間話を聞くトレーニングするとか、とにかくだから絶対途中で口を挟まないで最後まで聞こうみたいな。最後にそれをフィードバックするんだみたいな。それこそさっきのね、笑い話ですけど、彼女とかね、やってみていいですよ。確かに。よし、今日はちょっと聞く練習だったんですね。とりあえずその話を全部最後まで聞こうと。最後にちょっとしたフィードバックをしようと考えて、ひたすら聞いてるわけですよ。それいいっすね。これもトレーニングになりますよ、仕事。確かに確かに。で、今度逆に仕事でそういうのやってたら、彼女とか、奥さんとかの話を聞けるようになりますよね。素晴らしい。あとは、リフレクションって言いますけど、日常会話の中で、相手の話をオウム返ししながら要点を整理する癖。ああだよね、こうだよね、これがこれでさって聞かれたら、なるほど、なんだ、こうなんだ、あれがこれなんだ、それってだからこういうことを言いたいのとか、あんまりこれ強くなっちゃうとちょっと嫌味っぽくなっちゃうんですけど、そういうトレーニングですね。あとは、録音してる自分の会話とかいいですよね。なるほど。これは別に電話が一番いいかもしれないですけど、弊社だと、お客様との電話全部録音されてるので、これは後から本人も振り返れるんですよね。話す速度だったりとかもそうですし、何を言ってるかとか、どう言ってるかとか、どういうリアクションしてるかとか、ちゃんと聞けてるかなとか、こういうのはこう振り返るのもいいですよね。なるほど。で、結果、いろいろ言いましたけど、傾聴力、本当に聞く力ですよね。高められることで得られる効果ってたくさんありまして、信頼関係はやっぱり強化されますよ。先ほど言った通り営業取れる人って聞き上手なんですよねって言うんですけど、聞くことで勝手に信頼してもらえるっていうのは往々にしてありますし。そうですよね。確かに。それはだから、もう本当人であれば、属性あんまり関わらず、お客様もそうだし、同僚も友達も、彼女も奥さんも部下もね、みんなやっぱり信頼関係強化されますよ。聞かないよりも聞いた方が。お客様特にそうですけど、顧客満足度当然向上しますよね。あとやっぱり自分もすごい感情移入しやすくなるんで、やっぱり先ほど言った例じゃないですけど、ためじゃなくて相手の立場に立っていい提案ができたりもするわけですよね。とか気づけるわけですよ。お客様こんなことしてほしいんじゃないかなとか、お客様こんなことを気にしてんじゃないかなとか、あとはシンプルに仕事のミスとか認識のズレ減りますよね。基本コミュニケーションですから、聞くと話す、伝えるじゃないですか。傾聴力が鍛えられて、ちゃんと相手の言いたいことを理解できるような能力が上がります。相手にも信頼されます。信頼度が上がります。で、こちらからもちゃんと伝える力
か言語化とかも含めて磨くと、コミュニケーション良くなるに決まってますよね。そうですね。確かに。だからお客様評判も良くなるし、仕事も営業も取れるし、チームとの関係性も良くなるし、成果上がることしかないんですよ。傾聴力すごい大事、もう全部言ってること大事なんですけど、ただやっぱり一朝一夕でつくものではないので、根気強くですね、意識して取り組んで、そのうち習慣になりますから。いやそしたら気づいたら結構、コミュニケーション双方、お客様、職場、プライベート、こういうのもやっぱり良くなりますよね。質高まると思いますよ。ありがとうございます。これは本当にすぐにでもちょっと実践していきます。ありがとうございました。皆様からいただくいいねやコメントはいつも見ていて大変励みになっています。この動画が気に入った方はぜひいいねやコメントをお願いいたします。